皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日は愛車のハリアの中から動画を撮っています。皆さん、春です。春がやってきましたね。私は寒い時期よりも暖かな時期が大好きなので、最近はですね、気候がいい感じで非常にワクワクしております。ということで、暖かくなってきましたので、こちらのね、愛車でドライブをしていこうと思うんですが、ちょっとね、今日あることをドライブがてらしたいなと思っていまして、春というと新たに運転免許を取得した方、つまりね、初心者マークをつけている方が街中で多く見かけられたりしますよね。私自身免許をね、取得してからもう何年も経っているんですけれども、この時期になるとね、初心者マークをつけて運転している緊張感のある車を見かけるたびに、私もね、初心を忘れずに運転しなきゃなというふうに身が引き締まる思いになったりします。で、皆さんも思い当たる節があるんじゃないかなと思うんですけど、運転免許を取得した時っていうのはルールを守らなきゃという意識がしっかりあって、超安全運転で運転されてる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、徐々にね慣れてくれば慣れてくるほど少しずつ運転に自分の癖が出てきたりですとか、ちょっとね、免許取り立ての頃と比べるとちょっとね、気持ちが引き締まってなくてなんとなくで運転してしまったりですとか、そういうのがあるんじゃないかなというふうに思います。私自身ね、この何年かでヒヤッとした経験をしたこともありますし、運転のね、癖があったりとかももちろんすると思うので、今回はこちらの車でドライブをしながら運転診断アプリというものを使用して、私の運転スコアがどんなものなのかを見つつドライブをしていこうかなと思います。はい、ということでですね、まず今回使用するアプリについてなんですが、こちらの AIG ドライブというアプリになります。で、こちらのアプリをですね、ダウンロードして起動しながら運転をしているだけで、スマホの GPS や加速度センサー、ジャイロセンサーなどから急加速だったり、ブレーキだったり、あとはコーナリングだったりを記録してくれて、運転の癖が分かったり、自分の運転スタイルをスコアにして知らせてくれるという、そういうアプリになっています。私自身自分の運転はなかなか安全運転なんじゃないかなというふうには思っているんですが、今回はね、自分の運転をこちらのアプリでスコア化するということで、ちょっとね緊張しますが、ちょっと楽しみながらドライブをしていければなと思っています。はい、ということでですね、 AIG ドライブのアプリをダウンロードしました。初期設定を完了するとこのような感じの画面になります。なんかね、この青い感じがすごくおしゃれですよね。で、こちらの運転開始のボタンを押して運転をしていくだけで、自分のね、運転の癖を知ることができたりですとか、自分のね、ドライブのスコアを可視化することができます。最初の設定で常に GPS をオンにする設定をしてしまえば、毎回運転するたびにアプリを開いてという風にしなくても、毎日の通勤だったりですとか、ちょっとお買い物だったりとかドライブだったりなんかも、全て記録をしてくれるので、特に手間はありません。ということで、今現在ですね、お仕事の都合で神奈川県の箱根にいますので、ちょっとね、戻りがてら海が見える方向に走っていこうかななんて思っています。運転をね、する場合は平らな場所、もしくはカップホルダーにスマートフォンを置き、上部を進行方向に向けてくださいということです。ですのでね、私の場合、ここのハリアのカップホルダーがありますので、こちらに置きたいと思います。はい、ということでですね、ちょっとね、天気が曇ってきちゃってはいるんですが、ちょっと海を見にドライブに行きたいと思います。それではね、アプリの運転開始ボタンを押して運転をスタートします。それでは運転していきたいと思います。ちょっとね、緊張しますね行きます。ということで、早速運転を始めたんですけれども、今日は土曜日なので少しね、車が多い印象ですね。こういうね、峠道なんかは下り坂が多いのでスピードが出やすかったりもしますし、もちろんね、結構ね、飛ばしてくる車なんかもいたりするので、そのあたりもね、気をつけたいなと思います。今日はね、ちょっと晴れ予報だったんですけど、ちょっとね、曇ってますね。さっきちょっと山の上の方ではなんか霧が出てたりなんかもして、もうちょっとね、海辺に着く頃にはもう少しね、天気が良くなってるといいななんて思ったりするんですが、ちょっとね、今ね、峠道走ってるので、もしかしたらね、あんまり記録が良くないかもしれないな。どうだろう。結構バイクとかも今日いますね。
ってきました。今ですね、西湘バイパスというところを走っています。ここはですね、もうずーっと海沿いを走るので、こう海を感じれる道で、しかもねバイパスなのでスイスイ走れるので、結構ねお気に入りの道なんですが、いつも私はこういうバイパスだったりとか高速道路とかについてはクルーズコントロールを使用して走ることが多いんですが、今回はね自分の運転の癖を知りたいということもあるので、今日はねちょっと自分の運転で走ってみたいと思います。今日ねあいにくのちょっと曇り空なので、海がねそんなに青く見えなくて少しね残念なんですけれども、それでもねやっぱこう海沿いっていうのはこう開けてて、こう邪魔するものが周りになくて運転してて気持ちがいいですよね。こういうバイパスなんかはね、こうついついね周りのスピードに乗ってしまってスピードが出てしまう時とかあると思うんですけどね、こうやっぱりねこう自分で速度を意識して運転することが大事だなというふうに、なんかねこう改めてこのアプリを使用して感じますね。やっぱこうやってねちょっとだけ自分の運転を見られてるっていう意識で走るだけでも、やっぱり少しこう運転の仕方だったりとかが変わってきますよね。はい、ということでですね、ちょっとねいろいろ用を済ませがてら来たので、ちょっとね来るのがもう夕方になってしまって、道もねすごい混んでしまってちょっと大変だったんですが、とりあえず到着をしました。ということでですね、早速先ほどご紹介したアプリを見て、ちょっとね自分の得点を見ていきたいと思います。はい、ということで私のスコアは86点。ちょっと思ったより低いですちょっと思ったより低いかも。これでいろいろね見れるんですけど、ここのところで記録、今日どのぐらい走ったかなどを見ることができます。最初に走ったのが下の方ですね、こちらで。これがちょっと悪くありませんっていう風になってるんですけど、これがねちょっと箱根の峠を走っていた時ですね。ちょっとこの時はねちょっと坂道でスピードが出過ぎてしまう時とかがあって、ちょっとそれで速度超過がね判断されたのかなと思います。やっぱりこう市街地をね運転してる時はだいぶ速度もね守れていていい感じですね。やっぱこうやって得点で見えると改めて気をつけなきゃなという意識になりますよね。すごい細かく出てますね。この時は速度大丈夫だよとか、この時速度ちょっと超過してるよとか、そういうのも細かく見れますね。でどこに立ち寄ったかとかいうのもかなり細かく記録してくれています。やっぱりねちょっと山道だとスピードが出てしまう場面とかもあったので、そのあたりやっぱ自分でも気をつけなきゃなと思いましたし、でもねやっぱりこうやってアプリを起動してこう運転をね見てもらってるっていう意識で運転するとかなり違うんじゃないかなと思います。でさらにですね、こんな感じでバッジをもらうことができます。いろいろねこうミッションじゃないですけど ありまして、例えばこのショートトリップだと2キロ以上の運転記録が10回記録されていることとか、今日なんかは結構長く走ったのでこのロングドライブのバッジが色がついてますよね。これは15キロ以上の運転記録が2回以上記録されていることというふうに、こう条件によってこうバッジがもらえるようになっています。でこのバッジを集めることによってさらにこうねステージをランクアップすることができます。今私は今日から使い始めたばかりなのでステージ1にいるんですが、これを全て集めると次のステージ2のランクに上ることができます。ちょっとゲーム感覚でねドライブしてるだけなのにちょっと楽しいですよね。このような感じでご自身のドライブを可視化できるっていうのはすごく価値があるんじゃないかなというふうに思うんですが、さらにですね今現在こちらの AIG ドライブでは安全運転 A1 グランプリというのが行われていて、先ほどご紹介したこちらのバッジを集めたりステージをねどんどんクリアしていくことによって豪華商品が当たるキャンペーンも開催されています。この参加するボタンを押して、あとは安全運転に心がけてドライブをするだけです。安全運転に気をつけてドライブをしていくだけで、皆さんね使ってるんじゃないかなと思うんですが、 Amazon の商品券だったり4つ目のステージまでクリアするとなんと500万円相当の新車が当たる可能性があるということで、総額でね850万円ほどの豪華商品が当たるというドライブ好きにはとっても嬉しいキャンペーンが行われています。
このねステージをクリアするというのはそんなに難しいことではなく、日々ね安全運転に意識をして通勤だったりドライブをしていく中でクリアできていくものなので、無理なくねチャレンジできるっていうのはすごく嬉しいですよね。1日ではねクリアすることはできないんですが、日々継続していくことによって4つのステージをクリアできるようになっています。でこちらの安全運転 A1 グランプリというキャンペーン自体は4月30日までの実施となっています。ということでですね、本日は AIG ドライブというアプリを使用して運転スコアを計測しながらドライブをしてきました。私的にはね結構かなりいい線いってるんじゃないかなと思ったんですけど、実際ねやっぱりちょっと思った以上に速度が出てしまっている場面だったりとか、あとはねちょっと思わぬ急ブレーキを踏んだ場面とかもありましたし、そういったことを含めてねこれからもね安全運転にしっかり意識を向けてやっていきたいなと思いました。アプリの中でバッジを集めたりもできるんですけど、なかなかね大人になってから人にね運転を褒めてもらうシーンもなければ、逆に運転をね叱られるシーンっていうのもないと思うので、こういうねアプリによって可視化することによって、私はここができてるんだって思うことができたりとか、逆に私はこれが苦手なんだなっていうのを分かるっていうのは、なんか専属のね先生がついているみたいな感じですごくありがたいなというふうに感じました。これもね GPS をオンにしておくだけで普段のね走行記録もねつけてくれるようなので、これからのね通勤だったりとか、あとはお仕事でね運転する機会とかもたくさんあるので、どんどんね精査して記録を良くしていけるように頑張っていきたいなというふうに感じました。春になるにつれて暖かさもねどんどん増してきて、ドライブもしやすく楽しい時期になってきてますので、この時期に皆さんも安全運転について見直してみてはいかがでしょうか。私もねせっかくなのでこれからねステージ4を目指してコツコツと頑張っていきたいなと思います。今回使用した AIG ドライブというアプリは概要欄の方に詳細載せておきますので、ぜひ皆さんもダウンロードして私と一緒にね安全運転を意識してスコアを計測しつつ豪華商品が当たるキャンペーンにも挑戦してみてください。それでは以上ミーパーキングでした。バイバーイ。